かしいよな、初めてだよ10月で30度とか。クーラー使うんだもんね。お祭り、10月はお祭りシーズンです。毎週岡山県のどこかで土日お祭りやってますね。中には水曜日とかにするとこもあります。だからちょっと頑張って甲殻類取らないといけませんね。いてくれればいいですけど、今日も頑張って沖へ行っていきたいと思います。今日の1番目です。今日も1番目、のりしま出てサミーで網つけてこぎながら東へ向かってました。どうでしょうか。なんかこの漁場にしては重かった。なんじゃろ。あー、すごいところに。どうやってここに入ったのかすごい。この2べ網の中じゃないです。保護網と網の間、すごい。なんかこっちの大きいのが見えたと思ったんですけど、これかな。なんかもっと大きかったような気が。これか。まだ次々小さいのが出てきてます。ただちょっと今日は針が少ない。動いたなこれ。2枚拾えたかな。探しますか。でも U ターンしてもいいですけどね、これなら。探してみますか。発見。またしてもゴンボウ。爪なしのことをゴンボウって自分ら言ってます。あれはもう数っすかね。こっちはダメか。発見したんですけど、これだとさっきの方がいいな。シル2でゼロですもんね。車でもいればいいんですけど、ちょっとさらに先へ進んでいってみたいと思います。ゼロじゃなかった。足元へ1いた。よいしょ。しかもでかい。なぜこんなに軽く。でもガラ見え始めましたね。なんと秋用のガラ。棚にならないので今日は拾いません。全然おらんし、こんなんしか。これはちょっと今日はもしかして中潮なんで、今日は中潮なんですよね。期待したんですけど、もしかして今日はあんまり良くないのか。なんかそんな予感が。よかった。1枚おった。2番目にやったところがカニ多かったですけど、あれだともうこっちの方がいいぐらいなんですよね。もうこの黒ゲタとかがね、これだと車エビどれかの 2.5 本分ぐらい。こっちの方がいいな。一応汁も少ないけど入ってますし、粒も入ってますもんね。なんか最近粒が人気なんですよね。自分としては西貝の方が圧倒的に美味しいと思うんですけどね。すだれ貝とか今はね、もうすだれ貝一番下で拾ってません。今年もめちゃくちゃ多いですけどね。次は柄杓島。ここら辺はね、もっともっとかかりがあるんですけど GPS が新しいんでね、見て出ません。でもまあ、既存のかかりは全部感覚でもう覚えてるんで、山立てとかあんまり心配はしてません。
今日はいないのか。うまいエビ多いとこ通ったんですけどね、片網2本。でかい。うまいっすよね、刺身。そして1枚いてくれました。ただ全般に寂しいですね。今日なんか来ることもバンバン落ちてこいし。青ビ徳滝って名前なんですよね。なんかほんとセンスのいい名前つけますよね、昔の人って。なんだこいつでっか。いやもはや軽くてガサも入らん。あ、明貝食べるんですね。これもね好みがあるらしくてね、なんか白いちっちゃい貝あるんですよね。それ狙って食ってるんですよね。無理っぽいな。メスですからね。ダメやな。ぽいですな、残念ながら。あ、ちなみにもう U ターンして死ぬの方へ向かってます。よいしょ。今度こそ拾える。なんかでも上りになったら車とかも入りだしてちょっと雰囲気変わりました。黒エビもまた入ってるし、ガサの入りまで来てる。あ、おったもん。これは嬉しい。なんかおるな。帰らんでええかな。死ぬところだね。悩む。まだこんなとこに。嘘じゃろ。奇跡やないか。だんだん最初チヌがいるとこに近づいてますけど、車やん。なんかどこやっても一緒の感じですね。やっぱり潮が大きいんであんまりシャッとしないですね。ここ西がいいな。多分見たからに大丈夫。あ、しかも中型。嬉しい。一番目カニいなかったのに、やっぱ上りの方がいてててていいんでしょうね。全然入り違いますね。上りと下り。まあカニは昔からだいたい上りの方が良かったりするんですよね。ただちょっと最近はその昔からが通用しなくなってきてる感じもあります。めっちゃ拾えるやん。5枚拾えた片網だけ。
なかったんでうろうろしてます。こんなとこにいるのかな。なんとカニもおるし。これとこれは OK そうですね。まだこんなもたくさん見えてませんでしたけどね、小さいの。はい、ここ行けるし、ここがいいんかな。ここ良さそうですね。高低差が激しいんでね、ワイヤー調節が必要なんですよね。大体どこもうわ、でもいい。拾えるんかな。拾える。ダメ。でも片身は多分ゼロなんでしょう。予想通りゼロでした。ここまでないやつも見たことあります。これはでかい。これはもうそうですね。お、車残念、おかず。車もまだいるにはいるみたいですけど、なんかもう終わった感じですね。ごめんな。何これ、アサリっすかね。キープ。これまた何これ。最近は今まで見たことないやつがほんと増えてますね。何これ。キープ。ハモが出しました。よいしょ。今日は完全に上り返しより、今下り返しですけど、完全に上り返しより下り返しの方が良かったですね。ではあと数番この辺うろうろして帰りたいと思います。これ前おらんでやりましたな。ああ、もうこれはな終わり？終わったな。塩とかじゃ多分ないと思うね。もう大体10月やと思うな。今まではまた塩小さくなったら取れよったやん。でもこれはもう多分もう車エビは仕事を終えてどっか行ったね。ハモが多め、いつもより。チヌは多分60キロ。
中醤油だけチヌ取らせてくれると思ったらチヌも取れんかった。あらまあ。よいしょ。やば盛りや。やったー、でもカニがおるなら。そうなんや。カニさえ入れる。そうなんや。カニのおかげなんです。本当に。お祭りです。祭りなんではい。赤飯作りますかね。はい。ただ豆じゃなくてトウモロコシで赤飯作りたいと思います。はい。で酢飯にしてちらし寿司にしましょうか。はい。トウモロコシ赤飯にちらし寿司行きましょう。はい。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。祭りっすね。今週頼島の祭りです。この辺ではですね一番頼島が早くて10月の第1土日が毎年お祭りになってます。頼島は競馬神事とかね、やっぱ漁師町なんで祭り自体も結構派手だったんです。がもう少子化により触る子どもたちがいない、そしてみこしを担ぐ人たちもいない、洗剤力を担ぐ人もいない、大変なことになってます。瀬戸田のレモンいただきました。で今日はこちら産地の恵み瀬戸田レモン産地限定クラフトチューハイ、瀬戸田の農家の方からいただきました。ありがとうございます。飲んでみましょう。その方は農家といってももう漁師もされてるようなんで、もう理想的な、なんと理想的な生活をされてる方なんでしょう。いただきます。おお、甘い甘い酸っぱいうまい。これは本気でうまい。ツーリングでウイスキー買うぐらいならこっち買った方がいいですね。圧倒的です。祭りといえばカニでしょう。だったんですけど最近成長遅れて、もうお祭りね頼島でカニが食べれなくなったんですよね。今年はなんでか分からんけど食べれる。本当海って不思議ですよね。だんだん成長遅れて、去年なんかこれぐらいだったんですよお祭りで。今年はこれがいる。もう不思議だな。この白いこれうまいですよね。こっちがメスでこっちがオスです。メスとオスでね味が違うんですよ。オスの方が人気です。あれ普通はオスがこの色でメスがこの色なんですけど、今日のはねメスが白でオスがちょっと黄色。普通はメスがもっと茶色の濃いやつなんですよね。実はねオスの方が甘いんでね人気なんですよ。甘いでメスの方がね苦いんですよね。でメスの方が人気がないんですけど、自分はもう年中メスの方が美味しいと思うんですよね。この苦さがたまらんですね。苦い、うまい、苦くてうまい。オスはね味噌が甘いんですよ。甘いだからこっちの方が人気なんですよね。で祭りなんで赤飯でちらし寿司です。黒エビでこっちは車エビ。これ何やったっけ？すだれ貝。すだれ貝で、すだれ貝なんか足を折ったろ。あれ使わんかった。使ったけどどこに行った？ハリイカですね。こんな感じで出来上がりました。感じるトウモロコシ。あ、トウモロコシ売ってないかな。言ってない今。赤飯は実は酢飯は実は小豆ではございません。こちらトウモロコシいただきましたんで、なんとトウモロコシで赤飯作っております。これ赤色のトウモロコシアマトルージュというそうです。めっちゃ綺麗じゃないです。糖度17度。パクっていただきましょう。甘い。トウモロコシの味面白い。これはなんて言えばいいんかな。食べたことのない味、食べたことのない赤飯、ちらし寿司。食べたことのないちらし寿司です。お祭りですからね。これを美味しいって言っていいのかどうかちょっと初めて食べた味なんてわからないですけど、既存のちらし寿司とは違う味です。面白い味です。子供は好きかも。甘い。でも子供は本当は喜ぶと思いますよ。これ
今回もご視聴ありがとうございました。まあちょっとイカがめちゃくちゃうまい。でもうまいなこれ。ゆずみ